こんにちは。こんにちは。今日はですね、手放すものの行方というタイトルで、お送りしたいと思っているんですけれども、家をきれいにするためには不要になったものを手放すっていうことが必要になるわけなんですが、できることならば、ゴミとして捨てる、ゴミとして捨てるよりしょうがないものももちろんあるんですけれども、できればまだ使えるものだったら自分が使わなくても誰かに使ってもらえたら嬉しいなと思うので、どういう手放す先があるかなっていうお話をしていきたいと思っています。で、まずニュージーランドの事情をお話しするっていう感じでいいかしら。お願いします。はい。まず一番にお話したいと思ったのは救世軍なのね。救世軍って日本にもあると思うんだけれども、こっちでサルベーションアーミーって言ってますが、これちょっと見にくいんですけど、上の方の赤いところにサルベーションアーミーって書いてあるんですね。で、救世軍の、お店で、救世軍ってこちらで本当にポピュラーで、どんな小さい町にもあるっていう感じなのね。で、例えばクライストチャーチなんかだともうその一つの町の中にいくつもあるんだけれども、で割とみんな気軽に、ここは全部、寄付をするっていう形なの。いらなくなったものを寄付して、でそれを、お店で売ってもらって、かなりお安い値段でいろんな人がそれがいいなと思った人が買っていくっていうシステムなんだけれども、キリスト教団体のこれは経営しているもので、そう、これうちの近くのお店なんですけど、割と綺麗なのよね。すごい綺麗だし、なんか入りやすい感じだね。そうね、みんな気軽にフラッと入ってなんかいいものないかなみたいな感じで見ていく。私も今までなんか車を買った時になぜか後部座席に座っていたぬいぐるみとか、それからいらなくなった食器とか、それからもう使わないなって思うような装飾品とか、そういうものを持ち込んで手放してます。なんかすごい綺麗なものばっかりだけど、なんかもっとすごいものとかもあるの。すごいものっていうか、すごいもの、こんなものまでみたいな。割とね、手前の方に綺麗なものを綺麗にディスプレイするっていうポリシーみたいで、後ろの、今映ってるのはこれ奥の方なんだけれども、奥の方に行くとなんかただね、もうちょっとなんか1つ2ドルぐらいの何かちょっと半端な食器とか、そういうのを売ってる。ただ綺麗にしてあるのでなんかすごい埃っぽいとかそういうことはないね。そうだね。でこのラックにかかってるお洋服もちゃんと、サイズ別になってて試着室もあるの。すごい管理されてるのね。そうだから救世軍はすごい利用させてもらってる。で私買うこともあるし、すごいシンプルな花瓶とかね、可愛いのあったりとかするので、そういうのを買ったりしてます。でそれが救世軍でしょ。でそれから、お洋服を入れる瓶の写真出ますか？ありがとう。クロージングビンって書いてありますけれども、これもなんかスーパーの駐車場とかにあっちこっちにあって、これたまたまちょっと後ろにさっきのサルベーションアーミーのお店が映ってるけど、すぐ近くにあるのね。でスーパーの敷地とかにあるからすごい便利で、古くなった洋服とかみんなここに入れていってる。でなんかちょっと注意書きがあって、多分ね子供のがんに、お金を寄付するためのシステムになってますとか、それからなんか袋に入れてくださいねとか書いてあって、あとなんかちょっとこれ怖いのは多分ねこれ鍵とか携帯とかを中に一緒にうっかり入れちゃう人がいるんだと思うのね。多分ねやった人がいるんだと思うのよね。そうじゃなきゃ書かないよね。そうだね。でもこれすごくいいシステムですね。いいよね。あとはですね、やっぱり私が住んでる町にあるんですけれども、オークションルームっていうのがあって、ここは私もちょっとこれは値段がつくかな、ちょっといいものだから売ってみようかなと思った時に、使わなくなったちっちゃい楽器とかね、それからなんか漆の小物とかを持ち込んで、売ってもらったことがあるんだけれども、オークションそのものがね結構面白いの見てると。
なんかオークションマスターっていう人がいて、でここ男の人なんだけれども、じゃあ今日のオークション始めますって言って、なんか中に1個ちょっと高い台があって、そこに立ってその人が司会みたいなのをしていくわけ、で小さいものだともう本当に2ドルぐらいからとか、ちょっと大きいものだと50ドルぐらいからとか始まって、でじゃあこれはこういうもので50ドルからオークション始めますって言うじゃない、で、50ドル買う人いますか、50ドルで、いますね、じゃあ60ドルは、じゃあ70ドルはみたいな感じでどんどん上がっていくわけ、でそれを買いたいと思った人はその番号札もあらかじめもらっておいて、それを上げたり下げたり上げたり下げたりするわけね、で一番最後まで残った人のものになるわけなんだけれども、あんまり人気がないものだとその下がっていくこともあるのよ。やっぱり売りたいから、で50ドルで誰もいなかったら、誰もいませんかいませんか、なんかこんなにいいものなんだけどとか言ったりするんだけどで50ドルいなかった、45ドルいない、じゃあ40ドルみたいな感じで下がっていくこともある。マットレス、これマットレスがね、なぜか知らないけどいつも出てるマットレス売るんだっていうか買うんだ。面白いよね。でね、中古の家具とかがすごい面白い。ちょっとテイストは古めかなと思うものがさすがに多いんだけれども、でも割といい状態のものもあるし、自分にスキルがあればね、綺麗に塗装したりとか、それから椅子なんかはデザインはすごく可愛いんだけど、布の部分だけがちょっと汚れてるなとかっていうのも多いので、例えば椅子の張り替えとかができたらね、すっごく宝の山だと思う、ここは。あとはね、私は今お話しした3つの方法を使うことが多いんだけれども、こっちですごいポピュラーないらなくなったものの手放し方っていうのは、例えばそのお引っ越しする時なんかみんなやっぱり大きく整理するじゃない、持ってるものを。割とこっちの人ってお家気軽にお引っ越しするのよ。お家とか作っても建てても一緒じゃなくって、例えば仕事場が変わったからとか、子供の学校の都合でとか結構売って次にお引っ越しするのね、でそういう時って大きい家具とかはトレードミーっていう大きいそれもオークションのサイトなんだけれども、オンラインのがあって、でそこで売って、であと小物なんかはガレージセール、家の前でガレージセールやって、でちょっと通りに看板とか出しといたりしてね、であとそのコミュニティ紙みたいな地元のなんていうの新聞に広告出しといたりとかして、でガレージセールで売って、で多分それで売れなかったものは、旧世軍に寄付とかして、それでお引っ越ししていくんだと思う。さあもう一個このマーケットの面白かったね。古道具屋さんね。これは私がいつも行っている地元のファーマーズマーケットなんだけれども、そのファーマーズマーケットに夏の間いつも同じ古道具屋さんが来るのよね。大工道具とか庭仕事の道具が多いかな、割と。でもお鍋とかあるね。そうお鍋類とかもある。このね庭道具が割とよくって、私結構ここではしごとかデッキブラシとかいくつか買いました。愛用してる。これいいよ、こういうの。そう、やっぱりさ、こういうのも新品である必要ないじゃない。で結構いいものなんじゃないですか。そう、割とねちゃんとしたものを売ってる。お値段はちょっと安いわけ。お値段は少し安い、ものすごく安くはないんだけど、やっぱりいいものなので、でもやっぱりちょっと安いし、そう、私は多分一番いいお買い物だったのははしごかな。多分ねすごいペンキだかなんかがついてて、ペンキ屋さんとかその左官屋さんとかがもしかしたら使ってたのかなっていうような感じのものなんだけど、でも別に表面にそういうものがついてるだけで機能には何の問題もないわけ。割としっかりした作りだし、で結構それが逆に使い込んだ感じでかっこいいなとか私は思ってるんだけど、手放すシステムもこっちはいろいろあるし、それをちゃんと買う人がいるからなんだよね、それはね。なんかそういうシステムが循環がうまくできてるなっていう気がします。じゃあ、日本バージョン。私のその手放し方のその順番っていうのは、1番目は、
もらってもらう、誰かにもらってもらう、それから次が売る、それから売れないのを処分するって、そういう順番で考えようかなと思って、そのもらってもらう方はもしかしたら喜んで使ってくれそうな人がね思い浮かべてね、おすすめの仕方もあんまり押し付けがましくなくっていうのは難しいから人を選ぶことはあるんだけれども、とりあえずなんかバーって写真撮って来週手放そうと思ってるものですみたいな感じで、万が一なんか興味のあるものがあったら返事くださいね、で何もなかったらもちろんスルーでっていう感じで、それいいね。うまくいった時はちょっと嬉しいよね。知り合いじゃないけど使ってくれそうな人がいるかもって思えるような品については、家の前にそのご自由にください箱っていうのは時々出しますね。主にちょっといただいちゃったけどファンシーすぎる文房具とか、それからなんか気に入ってたけどもういいかなと思ってた絵本とか、なんかそういうようなもの、それからあと仕事でディスプレイでね、なんか1回ぐらいしか使ってないようなシルクフラワーとかドライは結構人気っていうか、あっという間にプロダクトしてくださったし、前はねそういうのもなんかちょっと器みたいなものも100円とかいう風にしてたりした時もあるんだけど、店番するのが結構めんどくさいから、もう最近はご自由にお持ちくださいでした。うちが引っ越す時に大物もやったよね。やった1年間ぐらいのさ、重量感のある鎌倉彫りのなんかママのナンスを両側持ちやすいようにロープをちゃんとつけてあげて、2人よかったよね。2人いれば持っていけるよっていう状態、翌日にはなくなってたよね。やっぱ嬉しいよね、使ってもらえると思うとね。すごく嬉しいね。古着を処分するのに、旧世軍とか段ボールで送ってくださいっていうところもあるじゃない。前もそういうのをお願いしてたんだけど、段ボール1箱がいっぱいになるまでなんとなく送りづらいみたいなのもあったりして、でそういうのをちょっと解消するいい場所をちょっと私見つけたんだけどね、そこを、今日ご紹介したいと思ってて、前置きが長かったけどエコプラザっていうところを見つけたのね、家の近所で地域の粗大ごみが集まってきて、一回そこに集めるんだろうね。使えそうなものを展示してくれてるの。でその必要な人は、これ欲しいって何番って言って名前返ってきて、でなんか月1回か定期的に抽選会みたいなのがあるので、当たれば、一律1000円かなで、1回譲り受けられるのね。私が行った時には結構立派なタンスとかダイニングセット、テーブルと椅子のセットとか、あとブランドの、ちょっと中見てないからあれだけど割と綺麗そうに見えるブランドのトランクとか、それすごいいいシステムだね。あとベビーチェアとか椅子とかもちょっと可愛いなって思う、5000円でっていうのはそういう場所があって、で、そこがその他にも良かったのがね、開館時間中に1枚持ってってポンって入れてくると、なんかそれはねパラリンピックの支援になるって書いてあるので、そういうことができるっていうことを知ってからは、そのクローゼットの横になんかこう段ボール1箱分ぐらい溜まってからにしようって置いとく場所もあまりなくって、そうだよね。気軽になったっていう。それは嬉しいね。調べてみたら、エコプラザ新潟とかエコプラザなんとかできたから、いろいろあるみたい。エコプラザっていう名前で活動してるけれども、もしかしたらその活動の内容はね、そこのその場所によるみたいで、全部が全部その1000円でリユース品を展示してるかどうかっていうのはちょっとなるほどね。そっか。それからエコプラザも一つ気に入ったのは、そのリサイクル品、食品トレーとか、それからペットボトルとかペットボトルの蓋とか、そういう集めてる種類が割と多いのね。
その食品トレイもそのなんか白っぽいものとか柄がついてるものとか、それから卵のパックが入ってたような透明なものとかね、全部集めて、で、インクカートリッジも古着も、それから毛布も OK だから、私は玄関のね、服のところに大きめの麻袋を置いといて、そこにインクのカートリッジも、それから着なくなったセーターも、それから食品トレイも全部入れといて、買い物のついでに出してくるっていうような風に今してるんだけれども、なんかその、さっきのクローゼットの横とか、それからこっちはキッチンの横とか、なんかそういう家中にそのリサイクルするものを分散させておく必要がなくなったっていうの。それ覚えておくのも大変だしね。ありがたかった。本当ね。お近くのエコプラザちょっとチェックなさったらいいんじゃないかなと思います。そのね、サイト見ると、ここで集められたペットボトルはとか、ここで集められた廃油は最終的にどうなって何に利用されてるかとか、最終的な目的まで書いてあるのが私はそれもいいね。ちょっと嬉しいよね。今日ご紹介したのは特別な場所ではないんだけれども、この他にもこういういい場所があるのよとか、こういうところで寄付をしてますみたいなおすすめのところがあったら教えてほしいと思うし、もしよかったらご意見の方いただきたいと思います。それから私もちょっと今まではどなたかが手放したものを利用するってことはあんまり少なかった。特攻市とかね、好きだからよく時期もあったけれども、もうちょっと身近な場所でそういうようなことが利用できたらいいかなと思っていて、今ちょっとね季節が良くなってきてるから、私すごい庭仕事頑張ってるのね。で、なんかそういうプランターとか載せるような台とかね、それからアイアンのテーブルとか、そういうのとか手放せないかなと思って。したらもううちで可愛がってあげるって思ってサビを落として、もうボロボロでもサビを落としてツルツルにしてと思ってるんだけれども。本当ね、なんか、ゴミ捨て場に行かないうちに人と人との間でもうそのままの形で再利用されるっていうのが一番いいもんね。本当にそう思いますね。ということで皆様からももしもっといいアイデアがあったら教えていただければと思います。はい、お待ちしております。今日はご視聴ありがとうございました。次回なんですけれども、全部自宅で作れますというタイトルで、中身としてはすごく簡単に焼けるとっても美味しいパンとか、それから、石鹸ですだとか、その石鹸もですね、自宅で作るとすっごく肌に優しい安心な石鹸ができるので、その石鹸とかお餅で作る熱々の揚げせんべいとか、その他いくつかご紹介したいというふうに思っています。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。